ご視聴ありがとうございます。今回は、とある路線を襲ったトラブルのご紹介です。朝のラッシュ時に減便を余儀なくされた事情と、今後の展望を解説します。想定外の事態だけに生じるポイントにも注目です。ここは、JR 山手線や京浜東北線などが乗り入れる、浜松町駅です。先日ご紹介したホーム拡幅工事も無事終わり、幅の広くなった場所がよくわかるホームが姿を現しています。ホームの端の方には屋根がなく、追加の工事が行われそうな気配です。線路の横には東海道新幹線も走りますが、今回ご紹介するのは JR の路線ではありません。今回の舞台はこちら、東京モノレールです。東京モノレールの駅は JR の駅と構内でつながっていますが、JR の改札内を通り抜ける場合には入場料がかかります。東京モノレールは JR 東日本のグループ会社ですが、通り抜ける際は窓口で精算し、精算券をもらう必要があります。浜松町駅では駅周辺の改良工事が行われているため、動線が長くて不便になっている部分もあり、構内を通り抜けられれば便利になるだけに、もったいないところです。ホームへと上がる階段の踊り場には、正面左右に巨大な広告看板が。右側には ANA 全日空、左側には JAL 日本航空の広告があります。この広告は構内ではひときわ大きいもので、JAL と ANA の2社が1面ずつ使用しています。構内の様子がこちらです。乗車用と降車用に分離された一面一線のホーム。日中は5分間隔、朝ラッシュ時は4分間隔で発着する列車を1本のみの線路でさばいています。始発駅とあって混雑するため、ホーム上には先発と自発の整列位置が、それぞれ青と赤で示されています。東京モノレールは、この浜松町駅から羽田空港までを結ぶ、全長 17.8 キロの路線。モノレールとしては珍しく速達種別が存在し、停車駅の少ない空港快速は、普通がおおむね24分かかるところ、おおむね18分で走り、途中の昭和島駅で普通を追い抜きます。先発と自発の整列位置が示されているのは、後から発車する列車が終点に先着することがあるからです。なお、都営浅草線を介して羽田空港まで乗り入れる京急とは競合関係にありますが、途中で経由するルートは全く異なり、沿線には海が広がる区間も少なくありません。都心と羽田を結ぶこの路線、ここ数年の空港利用客の減少の煽りを受けていますが、空港とは異なる需要も存在しています。それが、速達種別のうち、停車駅の多い区間快速が止まる、こちらの3駅。ここから先の話にも関わってくる路線の事情を、車窓を眺めながら紹介していきます。隣の天王洲アイル駅の周辺には、オフィス群が広がっています。地下では臨海線も乗り入れるこの駅、東京モノレールの中では2番目の乗降客数を有しています。その2つ隣の流通センター駅の周辺には、線路の左右に物流施設が並び、これらの施設への通勤需要も多く存在します。この駅は東京モノレールの単独駅であり、周辺への通勤需要の多くを引き受けています。また、これらの駅の間に挟まれた大井競馬場前駅は、名前の通り大井競馬場の最寄り駅であり、ホームドアにも競馬にちなんだアプリの広告があります。ちなみに競馬がない日でも、場内にいる馬の姿を見られることがあります。これらの駅には一定の需要が残っており、2021年度の乗降客数は、天王洲アイルと流通センターの2駅が、羽田空港の3駅をしのいで2位と3位につけています。このような事情もあり、まだ飛行機が本格的に到着していない朝のラッシュ時間帯には、下り列車の方が混雑度合いが激しくなっています。なお、停車駅案内にあった区間快速ですが、空港需要の落ち込みをきっかけとした利用客の減少のために列車本数が減り、現在では一本も運行されていません。私が乗っている列車は、次の昭和島駅で空港快速を退避します。2007年3月に退避線が新設され、同年のダイヤ改正で、この駅での追い越しが行われるようになりました。そして私がここまで乗ってきたのが、東京モノレールの最新型車両、10000型。今回の話の鍵を握る車両です。2014年に登場した車両で、東京モノレールでは17年ぶりとなる新型車両でした。ドア上には LCD モニターもあり、4カ国語表記に対応しているほか、
将来的には2画面に増やせる準備がなされています。また、ドアが開閉するときには、ドア上に設置されたスリット状のライトで注意喚起しています。製造メーカーは日立製作所で、凹凸のないアルミニウム合金製の車体に、6両編成のカラーリングは編成の中央を境に変化するようになっている、おしゃれなデザインです。これまでに6両編成が8本、総勢48両が製造されました。そしてこの10000型とすれ違ったのが、その1世代前の2000型。羽田空港側の路線が延長された際に導入された車両で、1997年から6両編成が4本製造されました。使われている色は10000型と同じですが、ドア部分と車両の端にしか色がついていないなど、10000型とは塗り分けが異なっているほか、側面床下がほとんどカバーで覆われていた10000型に対し、制御装置の部分だけカバーがありません。そして昭和島駅を通過した空港快速で運用されていたのが、東京モノレールで最も古い1000型です。1989年に登場した車両で、全部で16編成が製造されました。10000型に置き換えられて8編成にまで減りましたが、10000型とともに東京モノレールで最多勢力を占める車両です。車内の様子からも少々古めな感じが伝わってきますが、リニューアルされてドア上に LCD モニターが追加された編成もあります。なお、何度か映っている赤と黒の塗装は、デビュー当時の塗装を復刻したもので、2000型や10000型と同じ標準色を使った編成もありますが、一つ前の塗装のままの編成や、他の特別塗装となっている編成もあり、バリエーション豊かな車両です。東京モノレールでは、これら3形式、20編成が運用入りしています。設備や内装にはそれなりの差がありますが、運用上の区別はなく、終着域で異なる種別として折り返す運用も組まれています。ただし現在、東京モノレールには、とある異変が起きているのです。朝ラッシュの浜松町駅の様子がこちらです。乗車用ホームいっぱいに乗客が並び、列車を待っています。浜松町駅が特に混雑するのが、朝7時半から8時半の間。この時間帯も含めて朝ラッシュは全てが普通列車の4分間隔で、速達列車の運行はありません。ホームの幅はそれほど広くはなく、途中には階段やエレベーターがあるため、ホームを幅いっぱいには活用できません。8時台のホームには、階段から一番離れたところにまで、たくさんの乗客が並んでいます。通路として確保された一番端の部分以外、列車を待つ乗客で埋め尽くされています。列車が止まると、列の先頭の乗客がじりじりと前に進む一方、向かって右側の降車用ホームにも、乗客が降りていきます。降りる乗客よりも、乗り込む乗客の方が圧倒的に多いことがわかりますね。ドアが閉まる直前には、車体から体がはみ出ている箇所も少なくありません。編成定員584人の1000型は、すでに超満員です。次の列車は4分後のはずですが、それでもこの列車に乗りたい乗客もいるらしく、発車間際まで人が乗り込んでいきます。この位置からだとドアが開閉する様子はよく見えませんが、チャイム音がひたすら続き、ドアが完全に閉まるまで時間がかかっているのがわかります。列車が発車した後には、すでにホームいっぱいに乗客が並んでいます。続いて、10000型による普通列車が到着です。乗客は先ほどよりも増えており、ホーム上の整列位置を示す線があるのは停止位置の少々手前あたりまでですが、それよりはるか先まで列が伸びています。さすがに混雑しすぎな気もしますが、発車案内表示器を見ると、4分間隔で運行されているはずが、1本間引かれているらしく、28分の次が32分、その次が40分となっています。この不可解な状況の背景を探るため、再び昭和島駅へと向かいます。この駅には、東京モノレールで唯一の車両基地が併設されています。ほぼ全ての車両が出払うはずの朝ラッシュでも、複数の編成が車庫に留め置かれています。そして、留め置かれている編成は、なぜか最新型の10000型ばかり。せっかくの新型車両が車庫で休んでいるのはもったいないですが、これは偶然ではありません。実は、5月31日、10000型の検査で一部の部品に亀裂が見つかり、同型車両を点検した結果、1編成を除く7編成で、
合計24箇所の亀裂が見つかったことで、それらの編成が運用から外れることになったのです。その部品は、車両の台車を横方向に貫く枕張りと呼ばれる部品。亀裂は最大で19センチあり、金属疲労が原因と説明されています。通常は外部から見えない場所だったため、なかなか発見されなかったようです。一方、この部品は10000型にのみ使用されているもので、1000型と2000型には影響は出ていません。20編成のうち7編成が運用入りできなくなったことで、朝ラッシュの4分間隔を維持できなくなり、減便が発生することになったのです。運転間隔を調整し、おおむね5分間隔での運行となっていますが、駅の発車案内表示器はそれには対応しておらず、本数が間引かれているような表記になっていたというわけです。発車案内と実際の発車時刻が異なるため、駅の放送では、係員が発車時刻をその都度案内しており、この列車は3分時間調整した上での35分発と案内されています。急遽決められたこととはいえ、ラッシュ時間帯に時間調整というのは、響きが良くないですね。そしてこの取り扱いは、接続する JR の駅構内の案内や、車内の LCD 画面にも表示されています。お詫びの文言がついているのは、東京モノレールが JR 東日本のグループ会社だからでしょうか。一方、4分間隔が5分間隔になったことで、列車あたりの混雑は 1.25 倍。あの混雑ぶりは列車が減便されたことによるものであり、1本の列車から降りる乗客も 1.25 倍です。動線が豊富とは言えない駅も多く、厄介な状況が通勤客を悩ませます。ただし、金属疲労による亀裂自体は溶接することで解決するものであり、補修が済んだ編成から順次運用に復帰しています。この動画を撮影した時点ですでに1編成が運用に復帰しており、6月20日には通常ダイヤに戻る予定です。無事通常ダイヤに戻ると同時に、このような事態が再発しないことを願っています。ご視聴ありがとうございました。